ニーハオ、オハオ、ダジャーハオ、キムソンです。本日も中継から元気よく発信していきたいと思います。僕はですね、中国で生活しながら日々、中国の現地の情報を発信しておりますので、チャンネル登録まだの方はぜひこのタイミングでチャンネル登録よろしくお願いします。さあ、本日はですね、僕こんな格好してますが、かなりちょっと運動っぽい格好してまして、なんかこんなね変なものつけてますが、今日は街のブラブラ、散歩動画撮っていきたいと思います。でこれね、いいんすよ。ちょっとなんか大胸筋矯正ベルトみたいな感じになってますけど、ここにね今撮ってるこの DJI ポケット2をつけるとですね、両手を自由に扱いながら、動画が撮れるっていうことで、結構これ重宝してます。で今日は撮りに行くのはですね、こちら。さあこれ見えますかね。そこにですね、すごい高いビルが建ってるんですね。ちょっと水、さっきここに置いた水をちょっと持っていきます。そこにですね、すごい高いビルが今ね建設中なんですけれども、ここ結構今重慶で開発が進んでいるところで、重慶天地、重慶天地と書いてそう呼ぶんですけれども、ここのね今建設中のビルがどうやら重慶で一番高くなるようになるらしいです。で今ね下がすごい栄えてるんですよ。で僕が住んでるのはあっちの方で、今ちょっと10分ぐらいかけてねダーッと降りてきて、ここ以前ね夜景が綺麗だっていうので動画撮ったんですよね。で今回はちょっと昼間撮りたいと思いまして、下のところ、ビルのふもとまでちょっと動画撮りながら行っちゃおうかなと思ってます。そして今日は、ノンストップでね動画を撮っていきたいと思います。もうカットなしで、このままね喋りながら、重慶のその街並みとか、風景を楽しんでもらいながら、ちょっとお付き合いいただけたらなと思います。もう暇で仕方ないわと、そういう方はぜひ見てください。また、忙しいけど見てやろうという温かい方、ぜひ見てください。じゃあ行きます。ちょっとこれ胸につけて早速散歩動画撮っていきたいと思います。さあ行きましょう。これ手ぶれ してないかな、大丈夫かな、切れますかね。ちょっと角度調節しようか。これぐらいの方がブレにくいかな。やっぱねブレるとねあんまり良くないですからね。よし、これぐらいで大丈夫かな。じゃあ行きます。さあ多分ノーカット動画初めてですね。ノーカットで散歩するのは初めてです。だいたい今からここからで30分ぐらい下に下がっていくと着くんですよ。今時間はですね5時半過ぎです。5時半過ぎでも重慶かなり、明るいです。っていうのもね、日本よりかなり西の方にあるので、その分ね日が沈むのも遅いですね。さあここから降りていきます。やっぱ重慶はねアップダウンがすごいんですよ。やっぱ山岳都市なのでここからねガーッとどんどん降りていって、そして、先ほど言ってた重慶天地、重慶天地の方に着くという感じですね。僕も結構隔離ホテルでの生活が長かったんで、計日本の隔離ホテルも合わせるとね35日間隔離してたので、ちょっと太ってしまったんですよね。しっかりねちょっと肉体を元に戻さないといけないので、特にお腹が出たんで戻さないといけないので、ちょっと頑張って、仕事の合間とか仕事終わった後に時間見つけてですね、トレーニングしてます。
今ねあったところは日本でいう何かな、公安委員会っていうんですか、免許状か、そのテストを受けに行くじゃないですか。で僕京都府民なんで、京都府だったらね恥ずかしっていうところに受けに行くんですよ、テスト。恥ずかしのそのなんか自動車なんちゃらっていうところに受けに行くんですけど、そこみたいなところです、この横にあるのは。で僕もこの間、日本の免許から中国の免許にね交換したので、中国では日本の免許持ってたら、筆記テストを受けて100点中90点以上であれば、免許の交換っていうのができます。で交換してですね、無事ねこっちでも車とかバイク、僕駐輪の免許を持っているのでバイクも運転できます。で結構ねテストね舐めてたんですよ。なんか簡単って聞いてて、でいけるやろと思ってほぼノーベンでいったらもう結果ボロボロで、ボロボロって言っても87点とか85点とかでもね分からない問題が結構多かったんです。で何回受けたかな、4回受けて、で5回目にようやく受かったという。だからもし中国でテストを受ける方は、しっかり勉強してくださいね。僕みたいに何度もテストを受けないと、いけない羽目になってしまいます。なんかね1回コラボさせてもらったんですけど、上海の岩谷さん一発で受かったらしいです。なんかそれ聞いててなんか楽勝なんかなとか思ってたら5回も受けちゃいましたね。さあ今ねどんどん降りていってます。ここ今なんかこう開発中なんですけど、ちょっと見えるかな、ここがねなんかすごいでかい広場みたいになってて、以前撮った時はねこんなになってなかったんですよ。でも最近は結構この辺も整備が進んでかなりなんか形になってきましたね。よし、この間ね実はここに夜来たんですよ。夜景綺麗でしたね。夜の夜景はやっぱり中継ね、本当夜景すごい綺麗なんで、ぜひね生で皆さんにね中継の夜景を見ていただきたいですね。でキムソン最近ツイッターもですね始めました。まだ今600人ぐらいのフォロワーしかいないんですけど、毎日ボソボソっと、つぶやいたりね動画とか上げてますんで、ぜひ、ツイッターやってる方はフォローしてやってください。今小学生通りましたね。ここね小学校があるんですよね。この人も運動中かな、ダイエット中かな。ツイッターでちょっとこの間一つ挙げたんですけど、日本人と中国人の働き方の違いっていうのをちょっと挙げたんですけど、結構日本人はこうよく働いて、中国人は結構サボりがちみたいな。中国人結構ゆるく働く、ゆるく働くは働くんですけど、そういうイメージの方がね多いと思うんですけど、中国人ねめちゃくちゃ働きます。正直土日とかもなしにで夜中までめっちゃ働きます。ただそのね日本の働くっていう感覚と中国の働くっていう感覚の、違いが、なんか概念が違うかなっていう感じで、ここ小学校ですね。こんなね階段がたくさんあるところに小学校があるんですね。で話戻しますと、その働き方の違いなんですけど、日本ってこう働くって言ったら、その一つのことだけにこう集中するというか、その仕事
に対してこうすごい集中して一つのことをこう黙々とやったりっていうこう考え方が多いと思うんですけど、普通だと思うんですけど、中国の働き方ってね、なんか、A をしながら B をやって、その AB をしながら C もやるみたいな、同時にいろんなことをこなすんですよね。でまあどっちがいい悪いとかはまあ置いといて、まあ、そういう風な違いがあります。だからなんかね、中国の人って仕事してるようで遊んでて、遊んでるようで仕事してるんですよ。なんか仕事してんのかなと思ったらスマホでゲームしてるし、なんかスマホでゲームばっかやってんのかと思ったらしっかりお客さんと連絡取ってまあ、成果も出すみたいな、なんかね、その働き方っていうのが違うなっていう感じですね。あとはもう本当に美容室とかなんやろ、サービス業、まあ、飲食店なんかでもなんかね、ずっと空いてる。本当に朝からだからまあ昼前10時から12時、夜の12時ぐらいまで空いてたりします。なんかそれぐらいね、長時間労働です、中国は。で休みもまあ月に2回とか、そういうサービス業とかだったらそんな、働き方結構多いですね。だから本当にそういう意味では中国の方が全然長時間労働。ただその働き方が結構柔軟というか、なんかそのこれやってはいけないっていうルールがあんま少ないんで、なんかこう緩く働けるっていうところはありますね。さあだいぶ下がってきましたね。やっぱね、僕こうやってこんな胸につけてるからちょっとこうチラチラ見られますね。今の小学生もずっと見てたもんな。この黄色いのね、重慶の有名なタクシーです。あ、これあれやな、ランドローバーディフェンダーの一番新しい、現行のやつですね。かっこいいですね。あ、こうやってちょっとこっちからこう下ってくる車がねダーッと来てますけど、まあもうそろそろラッシュアワーなんですよね。まあ5時5時半ぐらいからやっぱ8時前ぐらいまではラッシュアワーなんで、結構混みますっていうか、かなり混みます。だからその時間電車とか、バスとか乗ったらもう本当に混みますね。だいぶ下まで降りてきました。もうそろそろさっき見てた下のレベルに達すると思います。でこの辺はね、今地下鉄9号線ね、9号線がここ開発されてます。でこっちも、地下鉄と、あとはこういう団地かな、団地とか、これは何やろな、ちょっとオフィスビルっぽいな。でこっちはね完全にもう団地ですね。があります。これ中国でねよく見る光景、おばあちゃん、祖父母が赤ちゃんを見る。弟弟还是妹妹？看小弟弟小妹妹。小弟弟嘛。妹妹や。女の子でした。Hello。跟叔叔打招呼。再见，拜拜。跟叔叔打招呼。拜拜。女の子でしたね。男の子っぽかったから男の子かなと思ったけど、そんなやってね、祖父母がこう孫の面倒を見るんですよね。基本的にやっぱ共働きになるので、中国は祖父母が家族でも、子供を育てるっていう感じです。うちのね甥っ子のお豆ちゃん、この間の動画にもちょっとアップしてましたけど、
基本的におばあちゃんがもうほぼほぼ面倒全て見てるっていう感じです。はい。で重慶は霧の都っていうぐらいすごいね霧が多いんですけど、この1週間ねずっと晴れてます。まあなんかこんな重慶で晴れが続くのはなんか珍しいなって感じなんですけどね。あっちの方とか見たらすごいこう、あっちはまたこう山になってるんですけど、そこにねたくさん、オフィスじゃないな、あれはマンションですね。マンションビルが建ってます。で今から行く、重慶天地っていうところはですね、非常に、高級住宅街みたいな、高級住宅街プラスオフィス街みたいな場所です。なのでね、結構この辺はね高級車とかいい車がね走ってます。ここのね団地も多分結構高いと思いますね。おマセラティさあどんどん下がっていきます。重慶に住んだらですねこのように非常にアップダウンが多いので足腰がね鍛えられます。そうそう今日昼飯食ってちょっとゆっくりしてる時に一つちょっとこうなんか思いついたことがあって、もしね中国に留学したい、留学しようと思ってる人に対してどこの町で留学するのがいいかなっていうのをこう考えたんですよ。で結論ですね、ベーシックに言うと、重慶じゃない、北京ですね。北京が、一番いいかなと。で、留学先としていろんな場所があります。中国語を学ぶっていう観点で考えるといろんな場所があります。まず、上海、北京、ここはもう日本でいう東京、大阪みたいな、東京、大阪、京都みたいなもんなんで、すぐにこう候補に出てくるかなと。あとは経済都市として他はあとはもう、いろいろ情勢的にもありますが不安定ではありますが、香港っていう選択肢もありますよね。あとは、台湾という選択肢もあります。で僕はいろいろ上海、香港、北京とかいろいろこう考えたときにやっぱり中国語っていうのを学ぶと、で標準語っていうのを学ぶっていうことを考えたときに、北京がいいなと。北京がその標準語に一番こう近いと言われてるんですよね。標準語っていうとそのプートン話なんですけど、そのプートン話に一番近いのがこう北京話で、基本的に北京語が一番近いし、プートン話を学ぶには北京がいいっていうことで、僕は北京を選びました。でもちろん北京はねすごいいいんですけど、僕はあえてねおすすめしたいのは重慶なんですよ。ここでそうなんで重慶がいいかっていうのはねまたちょっと説明します。で、台湾もね非常に、日本人からすると住みやすいし、あと言葉もね台湾の中国語の方が優しいんですよね。すごいこうなんかまったりしてるっていうかな。で大陸っていうんですよね。大陸の中国語はどっちかってこうちょっとこうきつい感じ
まあきつくもないんですけど、ちょっとこうきつい感じに聞こえるかな。でやっぱり勉強しやすいのは、まあ勉強しやすいというか、こうなんやろ、簡単なの、覚えるのは簡単なのはやっぱり台湾の方が、まあ、優しいんでね、なんか言葉的にも簡単かなと思います。はい。ただね、なんかこう、まあ、中国大陸の人からすると台湾の言葉はですね、ちょっとこうなんか女っぽい感じ、ちょっとこうなんかディアーって言うんですけど、なんかこっちでヘンディアーって言うんですけど、なんかそういうなんかこうちょっとこう女っぽい感じがするらしいんですよね。はい。まあ台湾もいい候補だと思います。で僕がさっきちょっとこうね、あえておすすめしたいのが重慶ね、僕がいる重慶なんですけど、重慶はですね、まあ何がいいっていうと、非常にこう内陸に位置しているので、その独自の、まあ、四川省、もともと重慶は四川省なので、その四川省、内陸四川省の独特のこう雰囲気が残っていると。そして、なおかつその沿岸部っていうのは結構外資系とか海外の文化が入ってきてる。であとはまあその大都市なんで、いろんなところからいろんな地方からその都市に集まってるんで、結構なんだろうな、いろんな文化が混ざってるんですよ。でちょっと内陸になると基本的に内陸の人ばっかりなんですよ。だから重慶、まあ離れてもまあ四川とか、その四川の一人ばっかりで、こうなかなかこう独特のこう文化が残ってるし、でまあ食事も美味しい。でまあ今こうやって、まあずっと僕重慶で撮影してますけど、この発展具合ですよ、経済の。まあ、正直僕京都大阪ずっと住んでましたけど、全然今の京都大阪とかよりも、便利に感じる。それぐらい、便利です。交通の便も、あと、まあ、生活の水準なんかでも非常に生活水準も高いし、まあその住む場所とかにもよりますけどね、生活水準も高いし、いい場所が住みやすい。であとはね、物価、これはね、物価めちゃくちゃ安いです。だいたい日本の3分の1ぐらいで生活できる、普通の、別に贅沢しなかったら普通の生活できるというふうに思ってもらえたらなと思います。まあ、なので重慶をおすすめする理由としてね、まあ、その文化面でこう、重慶とか、まあこの内陸のね四川のこう文化がしっかり残ってるっていうところと、ですごいいい文化なんで残ってるっていうところと、物価面安いで、都市も非常にこう発展していると、住みやすい、安全で住みやすいというところでね、僕はこうあえてこう重慶をおすすめしたいと思います。さあこの長々と話しましたが、ここね、重慶天地という、まあここは、団地になるのかな、ワンクーっていうね、デベロッパーが作ってる場所なんですけれども、なかなかいいでしょここで。このようにですね、この池を囲うようにこう広場が建ってます、作られてますね。ここにこんな看板があってね、重慶天地書いてますね。まあなぜかラストクリスマスが流れてるけどはい、じゃあちょっとこの池の周り回っていきましょうか。このワンクーっていうのはね、結構中国でも有名なデベロッパーです。そのデベロッパーの中でもかなり業績もいいんですよね。そしてこのデベロッパー自体が高級デベロッパーに当たるので、結構団地の中もうかなりいいです。はい。で最近ですね、日本の、まあ、ニュースなんかでも結構出てる、広大
恒大集団ね、あそこの結構デフォルト債務不履行が、かなり噂されてますけれども、まあ結構ね重慶はそこまで多くないかな、恒大集団の団地。ただ今ね恒大集団もティンゴンって言ってその開発ストップしてるみたいです。はい、僕の知り合いの住んでる団地の向かい側が恒大集団の団地とかなんですけど、そこはね、今止まってるみたいですね、開発。まあ、そういうのもねちょっと不動産情報として今度あげたいと思います。でここはモデルルームみたいな感じかな。はい、まだ売ってんのかな、ここ。なんかここまでいい場所やったらもう売り切れてそうな感じなんですけどね。ここはもうモデルルームですね。まだ販売してそうですね。こんな感じでモデルルームになってますね。こうねどんどん今ここも新しく開発中ですけど、いやーいいですよ環境ね。こんなやって、なかなか京都大阪でもここまででかい規模で開発してる不動産ってないと思うんで、非常に住みやすいです。でやっぱねなんかこう中国いいのが、日本って例えば団地とかだったら1棟だけ、あとは集合住宅とか集合団地なんかでも数棟じゃないですか。で中国の団地っていうのはもう例えばこの団地あるじゃないですか。これ123、例えばこれ10棟が全部、一つの団地で、この10棟に入るにはその門があるんですよ。で基本的にオーナーしか入れないっていう、住んでる人しか入れない。だからカードをこうピッとかざしていくとか、もうガードマンがいるそういう場所を、通っていかないといけないんですよね。なので団地の中はね非常に静かです。結構今、交通量とかもこの辺多くて車の音とか聞こえると思うんですけど、これねこの団地の中入るとピタッとね静かに音がね、騒音がね聞こえなくなるんですよね。で僕もこの実はワンクっていう、団地、2018年から1年ぐらい住んでて、ここじゃないですけどね、この同じデベロッパーが開発した、団地に住んだことあるんですけど、もう中がね南国リゾートみたいな感じでめっちゃ住みやすかったです、あそこは。で妻としてはこうなんだろう、なんか間取りが気に入らなかったんで、ちょっと1年後に引っ越したんですけど、あそこは良かったですね。僕は結構好きでした。このちょっとこうアーティスティックな橋、団地に池作って橋作るってねすごいっすよね。こんな感じですよ。さあだいぶね下がってきましたよね。先ほどいてたところはあそこです。上のラインですね。あそこからここからこうガーッと降りてきて今に至ります。なんかボート漕いでる。めっちゃ楽しそう。これやってみたいな。いいっすよね。でここもねまだ多分、1棟2棟まだ数棟はここに立つと思います。まだクレーンがあってね開発中なので、ではですね、これねぐーって回っていってもいいんですけど、また回っていくとねめちゃくちゃ時間かかるんで、もう直接この一番でかいタワーのふもとまでね行きたいと思います。実はタワーのふもとまではねまだ行ったことなくて、どんな感じなのかなって感じですね。近くまでは行ったことあるんですけど、このおばあちゃんもね孫の世話ですよ。
とね、中国のね高齢者、60歳以降の方、本当元気ですよ。本当パワフル、本当にパワフルで、若者の方が元気ないかなっていうぐらい、若者より元気じゃないんかなっていうぐらい元気ですよ。さあ、こっちから行こうか。こっちから行きたいと思います。あとね、結構この歩道、中国の歩道がねしっかりこう広いです。だからね結構歩きやすい。結構どこ行くにも結構僕歩いて行ったりしますね。日本だともう歩道がこれぐらいやったりとか結構あるじゃないですか。もう歩道ないみたいな。結構中国はそういうなんやろ、都市計画というかそういうのが歩道ありきで作られているところが多いので、まあいいですよね。結構歩きやすいです。でこちら辺はもうオフィスビル、こっちの方はオフィスビルになります。この間12時過ぎぐらい、夜のそれぐらいに散歩しに来たんですけど、このね目の前のビルだけこうこうと明かりがついてて、1階にねそのタクシー待ちの多分ちょうど言ったら退社した言ったら出勤が終わってこう退社する人たちが、10人ぐらいこうタクシーを待ってるような光景をね目にしました。結構 IT 企業とかが入ってるんじゃないかなと思います。でちょうど今もね6時過ぎになりますので、こう出勤終わって退社する方のような感じがします。今こうやって、歩いてる人たちを見ると。さあ今でですね32分撮影して、32分が経過しました。このまま引き続きノンストップで、撮影していきたいと思います。昼間に来るの初めてなんですけど、結構いい感じやな。この辺すげえ生活しやすそう。ここにこんなやってね、さっきのカヌーみたいなのあります。結構ですね、コメントとか YouTube でたくさんコメントいただくんですけれども、そのコメントを見てるとですね、なんだろう、これ大丈夫？渡って信号ないな。結構ですね、中国のイメージってこうちょっと汚いとかこう治安悪いとかそういうイメージの方がね多い、少なくはないと思うんですよね。で僕のこのチャンネル見ていただいている方はもう僕がずっとこう中国のローカルな動画をアップしているので、だいぶそういう印象はこう少ないと思うんですけれども、本当ねめちゃくちゃ進んでますよ今の中国。特に大都市ね進んでます。これ本屋さんですね。この本屋さんね、店舗は違いますけど他の他店舗で結構お邪魔します。なんやろ、日本でいうTSUTAYAプラススタバみたいな感じかな。本屋さんとコーヒー屋さんがこう一緒になってるっていう。お邪魔しますね。初めて入りますけどすっげえおしゃれやなここ。ここでねちょっとこうパソコン作業とかするのはめっちゃいいですよね。良さそう。
あ、テラスもある。なるほど。テラスもあるんですね。さあ、ここから出ましょうか。よっ。よし。もうここ完全にオフィス街です。はい。これもう上ガーって見てもらうと、かなり高いね、オフィス街になります。さあ、じゃあちょっとね、目的地の重慶一高いビル、あそこまでね行ってみましょう。重慶で一番高いってことは多分ね、中国で、結構もう多分5本の指に入るぐらい高いんじゃないですか、中国の建物で。噂によると、結構重慶で駐在にされてる日本の方とかとも、ちょっと交流っていうかちょっとこう仲良くさせていただいてるんですけど、その方曰くですね、ここにね結構おしゃれなバーがあるみたいで、なんかこうスカイバーみたいな感じで、夜景がこう一望できるようなバーがあるらしく、ちょっと今度そこもね行ってみたいところですよね。よし。さあ、ここは高級車のマセラティのショールームみたいなのがここにあります。マセラティかっこいいな。今ねすごいこれ混んでますけど、そのシャーバンシージェンって言って、退勤の時間になるのでめちゃくちゃ混んでますね今ね。よし。なんだこのお店。中国最近ねテスラめちゃくちゃ多いです。中国国内ブランドも電気自動車めっちゃ多いですけど、これもテスラ、これもテスラ。テスラねほんと走ってますよ。この1年でテスラ本当に増えました。多分モデル3とかモデル Y とかがちょっとこう値段がね低くしてちょっと低く設定してるっていうところもあると思うんですけど、進め、ちょっとここからね、テスラのイーロン・マスクさんも中国で引き続き生産するって言ってるんでね、なので、テスラはどんどんこれからも中国で売れていくんでしょうね。結構ね電気自動車の動画、2本ほど上げてますので、また電気自動車興味ある方はね、中国国産の電気自動車興味ある方はぜひご覧ください。さあ着きましたよ。多分これですね、これっぽい。おー着いた、着きましたよ。うわ高っちょっと上見えへんなこれ。あ、ここまで来たら見える。うわ高っ、これすげえな。これ何階建てなんやろ。すごいっすねこれ。
とね上が見えない。これここは多分コンドミニアムみたいなのもね出るでしょうね。ここに服務式公寓だからまあサービス付きアパートメントですねっていう風にここに書いてますんで、わあこれはすごいわ。めちゃくちゃ高い。だからもうここはもう一大なんやろ、結構重慶でももう最近新しくできてる作られてる、オフィス街プラス高級住宅街みたいな感じですね。いやーすげえわ。ここ初めて来たけど昼間にこんな感じになってるのか。これはちょっと驚きですね。ちょうどねこっち側に行くとね川がありまして、ジャーリンジャンかと言いまして下流湖ですね。それがあります。ちょっとその川沿いまで見に行きましょうか。わあこっちもすごい開発されてる。見えますかね。すごい開発が進んでます。ここも多分そのさっき言ってたワンクっていう、デベロッパーバンクですね。英語表記はになりますね多分。うわすげえ高え。ちょうどこう夕焼けが綺麗ですね。よし。さあそこ目の前にね、見える川が下流湖でございます。そして、この川沿いこうちょっとこうかなり急斜面になってますけど、そこにたくさんのマンションが建ってるっていうのがこう重慶の独特の風景ですね。いやこれは高いわ。これは高いですよ。でその隣にはこれが地下鉄、地下鉄がここの場合ではモノレール。ただね重慶のモノレールっていうのは特別で、そこからねこうモノレールが来てるんですよ。そこにでこっちからこうグーってまっすぐ行くともう山じゃないですか。だから山なんでここは地上のこうモノレールになるんですけど、ちょっと走ると地下鉄に変わるんですよ。だからなんか地下鉄兼モノレールみたいな感じですね。わすごいなこれは。ここで行き止まり。重慶っていうかね、中国の建築どうなのっていうこう疑問の持たれる方は多いかもしれないですけど、重慶っていうかその中国の建設技術やっぱりすごいですよ。これだけやっぱ高いもの建てるっていうのはなかなかすごいと思います。耐震基準とかはねやっぱ地震大国じゃないんで、やっぱこう日本がそういうのは基準はすごい高いですし、そういう基準があるんで日本はなかなか高いの建てれないですけどね。さあここね
見たので、そろそろどっか見つけてちょっとこう締めようかな。動画どっかこの辺みたいなとこありますかね。もうちょっとこの辺行ってくれよみたいなございますでしょうか。これライブだったらねいいんですけど、ただ僕がビデオに喋りかけてるカメラに喋りかけてるだけなので、こうコミュニケーションは取れないですけどね。じゃあもうちょっとこのオフィス街パッと中入って終わりにしましょうかね。あ、このクレーンでだいぶこの荷物下がってきたな。さっき結構上にあったけど、これなんか物落ちてきたら終わりやな。いやー、ここは土地価格上がるやろうな。確実に上がると思います、ここは。ただね、外国人がこの中国で不動産を取得するには、1年以上かな。通算2年やったかな、1年やったかな、確か1年以上ですね。その滞在してる歴史があるかとか、そういうことが必要になってきますね、基準として。今ね、ここ外で立ってる方結構ね多くいらっしゃいますが、おそらく全てタクシー待ちです。日本でもね DD ってあると思いますが、あれ中国のアプリでですね、中国の UberEats みたいな感じですね。UberEats じゃないわ、Uber か、Uber ですね。今あの方もねこう乗り込んでいかはりましたけど、その配車アプリですね。配車アプリもめちゃくちゃ便利で、もうこれはもう5年ぐらい前からもそうですけど、その配車アプリにもね安いやつ、あと乗り合いタクシー、あと高級タクシーっていうのがあって、高級タクシーなんかはねもう中に言ったらもう背広着た人が迎えに来てですね、基本的にセダンで、セダンでもしっかり広いセダンで、ピカピカのセダンでね、中にこう飲料水とかねこうポンと置いてあるんですよ、ドリンクホルダーのところに。それ自由に飲んでいいというようなですね、そういう高級配車アプリなんかもあります。その分ちょっとね単価は高いですけど、でもコスパいいですよ。すごい運転も丁寧だし、もうかれこれ数年そういう高級のには乗ってないですけど、いやー、ここどんどん便利になりそうな雰囲気がしますね。多分あと2年ぐらいしたらここかなり栄えてると思います、その感じはすごいしますね。やっぱりこう中国でも流行ってるモールと流行ってるショッピングモールとか、その商業施設と流行ってないところはね、やっぱこう大きく違うのがですね、やっぱり一つはその交通機関、地下鉄と直結してるかしてないかでやっぱ大きく変わりますね。でここはそこにすぐそこにその地下鉄ができるんで、今その開発中なんで、あとはこのワンクっていうデベロッパーが全部ここを開発してるから、確実にこう住みやすいエリアにはなるんで、ここは多分流行っていくだろうなって感じですね。逆に流行らないところは、
やっぱその複数のデベロッパーがこう一緒にいたりとか、あとはもう駅から遠いバスしかないとか、そういうのがいろんな要因はありますけど、ここはまあ流行るでしょうね。あら、ここにポルシェのショールームがある。すごいな。大阪でもね、御堂筋とかそういうとこが結構ショールーム多いと思いますけど、ここはなかなかいいっすね。まあ多分こういう海外メーカーも流行るっていうのをもうかなりのマーケティングしてここにね言ったら設置してると思うんで、ですね。あ、開いてしまった。入らへん。開いてしまった。さあ、じゃあそろそろねちょっと動画締めたいと思います。はい、だいたい50分ぐらい、ぶっ通しで撮影しました。いかがでしたでしょうか。重慶の、ブラブラ散歩動画、こんな感じでですね、ちょっと定期的にブラブラっとねノーカットで散歩していく動画上げたいと思いますので、皆さん、よろしければ、ね、楽しんでいただけた方は、いいねボタンよろしくお願いします。またリクエストがあればですね、どんどんコメント欄に、書いていってください。それでは再见。